こんにちは。ボールパイソン専門店のデューレプタイルズです。今日はですね、ボールパイソンの虚飾について少しお話ししたいと思います。ボールパイソンに限った話ではないんですけれども、ヘビというのはですね、虚飾をすることがあります。だいたい健康であればこれぐらいのサイズの子だと1週間に2回とか普通に食べるんですけど、急に食べなくなってしまうことがあります。その理由はいくつかあるんですが、まず一つはですね、何かストレスがかかったりとか、何か自分の身が安全ではないという時に餌を食べないという選択をすることがあります。これはですね、ボールパイソンはもう消化に結構時間がかかるので、消化っていうのはすごいエネルギーがかかるんですね。人間もですね、食べない健康法、1日1食にする健康法みたいなのがあると思うんですけど、1日3食だとちょっと食べ過ぎだ現代人はって言われたりしますが、消化っていうのは私たちが思っているよりも大きなエネルギーがかかるので、ボールパイソンのように何かの危機に備えて逃げなきゃいけない環境に生きているような、野生下ではですけどいう場合は、消化にエネルギーを使っている場合ではないので、もしかするとこれは逃げなきゃいけないかもしれない、ゆっくり消化をしている余裕はないかもしれないと彼らが判断した時には食べなくなるということがあります。具体的に言うとですね、例えばうちでは輸入がかなり多いんですけど、輸入ですね、海外、アメリカとかドイツとかヨーロッパから来るこの移動のストレスの中で、やばいかもしれないと彼らが判断をして、食べなくなるということがあります。あるいは、そこまでの海を渡った移動ではなくても、当店からお迎えいただいてお客様のご自宅に戻られる移動の中で、なんか自分は今危機にいるのかもしれないと考えて食べなくなるということがあります。でも多くの場合は少し落ち着けば食べるようになるのが普通です。例えば新しい家に行って、数日落ち着いてそれから食べるというのが一般的ですね。ボールはですね、匂いも敏感に判断しているので、例えばうちではこういう感じのケースでまた床材で飼っていますけど、これは彼らの体臭がついているわけですね。こういうところにもそうですし、こういうものにも彼らの体臭がついていて、1週間とか2週間とか1ヶ月2ヶ月この中で住んでいると、ここが自分のテリトリーである、居場所である、生きる場所であるということを彼らは認識しているわけです。で、例えばこれをお迎えいただいて、新しいレプタイルボックスとかケージに入れていただいた時に、彼らは匂いが違う、温度が違う、雰囲気が違う、危ないかもしれないということで様子見の数日間を持つことがあります。そういう時に食べなかったりするんですけど、ここが新しい自分の家なんだな、この形が、またこの床材が、この水入れの雰囲気が、この温度が、この湿度がこれからの自分の新しい環境なんだなっていうことを認識して落ち着けば食べるようになったりしますので、最初はそんなに焦らずに、ゆっくりボールのペースにお迎えいただいた後はゆっくりボールのペースに合わせていただくと良いと思います。お迎えいただいて3日食べない、4日食べない、1週間食べない、心配という気持ちはすごくわかるんですけれども、それはそんなになんていうんですかね、病気であるとか何か特別心配なことがあるわけではなくて、ボールパイソンのその本能からするとそんなに焦ることではないということをまず一つご理解いただきたいと思います。もう一つはですね、ボールパイソンは成長していく段階で必ず虚飾、ほとんどの場合虚飾に入ります。どういう時に虚飾に入るのかというと、性成熟といって性的に成熟をした時に一つのサインとして彼らは餌を食べなくなるということをすることがあります。で、大きくなっていく段階でですね、今までは食べていたのに急に食べないってなると、やっぱり飼っている側としては不安になるわけですけれども、これはボールが正常に成長しているサインなんだ、証なんだということを一つどこかに覚えておいていただくと、食べないわ、不安だわというふうにならずにいられるかなと思いますので、どこかに置いていただければいいかなと思います。あともう一つはですね、ボールパイソンの体調が悪くなって餌を食べなくなるという場合もあります。体を回復させるのに、治療するのに専念する必要があるので、今は消化にエネルギーを使っている場合ではない、あるいはネズミとか、他の生き物と対峙して対決して勝負している場合ではないと彼らが判断した場合には食べなくなったりします。で、彼らが選択的に虚飾をする、健康的な虚飾ではなくて体の調子が悪くなったので虚飾せざるを得ないっていう風になっていった場合はですね、健康的な虚飾とは違って彼らの体が痩せていきます。具体的に言うとですね、この、背骨が極端にゴツゴツと岩山のように浮いてしまったりとか、あとは
お腹の皮がですねこうブニッと余っていくような痩せ方をしていくと、本来であれば食べるべきであるのに食べれていないということになりますので、極端な痩せ方とかをするようになっていった場合は、お近くの動物病院ですとか、ショップさんですとか、そういうところに、専門的なところに相談をされるのが良いと思います。安全な拒食と安全ではない拒食とがあるということも覚えておいていただければいいかなと思います。痩せなければ不安になる拒食ではありません。うちではですね、1年半食べなかったボールパイソンがいました。1年半食べなかったんですけど、体重は多少は落ちましたが、それでも彼らは生きてるんですね。変温動物といって、人間とか哺乳類とかと違って自分で体温を作るわけではない動物というのは、僕たちが思っているよりもはるかにエネルギー効率というのが良いというか、エネルギーを普段使わずに生活をしていますので、1年食べないということもアダルトになるとありえますので、体重が落ちない場合は健康的な拒食であるということを覚えておくと良いかと思います。そういう大丈夫なのか大丈夫じゃないのかということを判断するためにも、いつもボールのこの様子を観察してあげる、愛情を持ってうちの子は元気かな、どうかな、変な痩せ方をしていないかなというのを見てあげたりとか、あとは定期的に体重測定をしてあげる。今月は 50g だった、今月は60g だった、あれ食べない全然食べないけど、59g にしかなってない、じゃあ大丈夫なんだなと判断ができると思います。ちょっと50だと小さすぎるから、500g だった、500g だった、600g になった、600g になった、食べないでも 590g、 そういう場合は彼らが選択して、代謝を落としているというところを判断できるようになると思いますので、そうやってボールの様子を観察しながら、拒食という機能がもともと備わっている生き物なんだということを踏まえてお付き合いいただければと思います。今日はボールパイソンの拒食について少しお話をしました。またそのうちに拒食になった時の対応とかアシストとか矯正とかそういうのも、飼育している間には必要になってくることもありますので、別の動画でご紹介したいと思います。